本当にそれは自分にとってベストな選択なのかな。そしてそれは相手にとって、この社会にとってそうやって我慢する人がいっぱいいるのって本当にベストな選択なのかなっていうことをこれからね感じて考えていけばいいんじゃないかなと思います。皆さんこんにちは、お久しぶりです。ルナです。今日は親知らずの抜歯をしてきました。まだ痛いし麻酔もね切れたばっかりでちょっと話すと痛いんだけど、その時に感じたことシェアしたいなと思って話し始めました。抜歯を昨日ね、一昨日か最初したんだけど根っこが取り切れてなくて、今日は2回目で消毒だけと思いきや、根っこをやっぱり取りましょうっていうことで行ってきたんだけどね、横向きにねこう親知らずって一番奥の上顎の一番奥にあるんだけど、このねほっぺたに向かって生えちゃってて、だからほっぺたにくっついててなかなかこう抜く方向的に抜けないっていうのですごい苦労して抜けないから、痛みをね引き起こしてる神経を切るかとかなんかもう急に言われてもすんごい怖かったんだけどさ、最終的には無事ね根っこは取れました。でもう痛くてもう本当に痛くて私泣いてたの。もうなんかね何なんだろうね、もう土木工事みたいなさ、解体作業みたいな本当に、もうガキやられるわけよ。こうスッて取れなくって場所的にやりづらいから、もうすんごい時間もかかるしね。でもうね最初麻酔なしでさこう神経をどうにかしようとしても痛いのここだよねとか言ってさビビビとか言われて痛いみたいな、途中からもうなんでこんなことしてんだろうみたいな涙がね出てきてさ、で途中でさすがにもう麻酔をしてくれたんだけど、麻酔しても痛くて泣いてたね。なんかもうで悲しみもすごかった。なんかこうもちろんさ痛い涙となんでこんなことになってんだっていう悲しい涙と、あとはこう、ね、やっぱ口の中広げられてさ、でこう自分の意思に関係なくもビーって麻酔もたれてガガガってぐちゃぐちゃ口の中やられて、すごいそれってなんかこうね拷問されてるみたいな、なんか自分の尊厳が傷つくような、本当大げさに感じるかもしれないけど、それぐらいなんかこう自分の体の尊厳が奪われてしまうぐらいの悲しみをなんか感じたの。でもなんかそれだけじゃなくて、多分こうやっぱりね神経とかこう体の細胞とかねっていうのはやっぱり古い記憶っていうのが溜め込まれているから、私のそのもう虫歯になって黒くなってぐじゅぐじゅになってる歯っていうのは、そしてそこの神経周りはね何かこう自分の連動してたんだろうね、古い記憶、悲しみの記憶とかっていうものと。だからそれが取れていくっていうのが痛みを伴うだから終わりは痛みを伴うとか手放すことは痛みを伴うとか言うけど、本当そんな感じで、なんかもう儀式みたいな、何か一つ大きなものが終わる終焉の儀式みたいな、そんな感じだったね。こう今の時期ってやっぱりこの間ね月食があって、食の時期っていうのはいろいろね体に溜め込んでたものが出てきたりで、精神的なものも溜め込んでたらそれがすごい出てきたりするような不調になりやすかったりとか、リセットがすごい起きやすい時期だと思うし、そもそも私自身が今すごくこう人生のタイミングとしては本当切り替わりの時期にいて、それが結構長めに数ヶ月と続いていたけど、いよいよなんかこう断ち切るみたいな、そう本当それ断ち切るっていうのがこう歯の歯の神経を切るっていうのと、根っこをこうねやっぱり根っこを抜くっていうかなり大きなこうカルマみたいな部分を浄化したなっていう思っていて、
それは家系とか先祖の制限もそうかもしれないし、自分自身の思い込みとか制限とか、自分を抑圧してた、止めていたものみたいな、それを外れしたみたいな感じがする。すごく、自分を抑え込んでいた部分っていうのがもうついに外れた、タガが外れた感じになったっていう感覚がすごくあって、で痛いからもうやってる間もずっともうあまりに辛いから自分でね、なんとかヒーリングして、でご先祖様とか龍神さん助けてみたいな感じでめっちゃ言ってて、助けてもらって、で終わった後はその通り道にね、ご先祖様がお世話になってる神社があったから、神社ではーってもう泣きそうになりながらお参りして、ありがとうございますって言って、これからもう生き直しますみたいな、生き直しますっていうか、生まれ変わりますみたいな、一回死んだぐらいな本当にもう一回死んだんじゃないかっていう感じだね。そう、でも最近ずっと体の細胞を本当一回アップデートっていうか塗り替えるっていうのかな、タイミングが来てるなと。メンタルはもう書き換わってきてて、あとは書き換わってきてというか書き換わったんだよね。でメンタル書き換わったんだけど、やっぱりその体とか神経の部分とかが完全に切り替わってなくて、それが自分を抑え込む要因になっていたなって思うから、本当にそれをやっぱり神経を切るとかさ、根っこそぎ取るみたいな、もう血を流しながらっていうのがもうね、しかも2回にわたりかなり大事だったけど、なんとかそれでね一回終わらせることができたんじゃないかなと思ってます。でみんなもね、きっと今すごくそういう変化のタイミングにあるなじゃないかなって、そういう人が多いんじゃないかなと思って、その中で終わっていくもの、離れていくご縁だったりとか、その中にはやっぱり悲しいものってもあると思うんだよね。全てが全て軽やかにハッピーに進んでいくとはやっぱり限らなくて、ものによってはちょっと悲しかったり痛みを伴うものもあったりとか、もっと上手に終われたらよかったなとか思うこともあるかもしれないしね。でももうそこは過去だから、そこの部分はね、過去こうだったらよかったっていうのを振り返るんじゃなくて、これからどうあるか、新しいもう制限がなくなってもう自由になった中で、じゃあ何していけちゃうんだろう、どんな自由が手に入ったんだろう、そこの本当の自由だよね。外側の自由、条件、例えばお金があるからとか時間があるからとか、会社じゃなくなってフリーになったからって、そういう意味の自由じゃなくて、本当の意味で、自分が自分自身の抑圧とか制限とか思い込みから解放されたその自由、その中で自分は何ができるか。でもしそれがまだ自分は抑圧されてるなとか、どこかで自分は自分を本当の意味で表現してないなっていう人がこの音源を聞いてる人の中にいるとするならば、もうそこは表現の、自由、自分らしく生きる自由みたいな、そこの天井を決めない、自分で制限を決めずにバッと出しちゃうみたいな、っていうことにこれからなっていくから、そこの中で何を残して何を手放していくのかっていう整理がすごく大事になってくるし、それはでも大事っていうかできちゃうと思うから、自然な感覚でね、これはもう嫌だな、自分には合わないなとか、どんどん多分気づけるようになってくるから、繊細ね、その気づいたならそれをやっぱりもうそこで捨てる勇気を持つ、切る勇気を持つ。例えばこういうことを言われるの嫌だなと思ってるけど、それをなんとなくそのまんまにしちゃってたけど、それを受け入れるのをやめる、それをそれ嫌なんだよねそういうのって言ってみるのもそうだし、別にそこで離れるっていうのも一つの選択肢かもしれないし、でもそこをやっぱり受け入れないっていうことが大事かな。どんな関係性にするっていうことよりも、その事象をこれが嫌だと思ったら嫌だと思いながら、どこかで自分の感覚を麻痺させて、
まあまあでもとかね、まあなんとかなるしとか、まあみんなが楽しいならいっかみたいな感じでこうなんとなく合わせにいっちゃうんじゃなくて、そこをもっとこう繊細にね、敏感に感じ取って、自分に我慢させちゃってたところを解放していくっていうことを流していく。で、自分にその自由を与えてあげる。そこに関してなんで私そこで相手に合わせなきゃいけないのかなとか、無理をしなきゃいけないのかな、本当にそれは自分にとってベストな選択なのかな、そしてそれは相手にとって、この社会にとってそうやって我慢する人がいっぱいいるのって本当にベストな選択なのかなっていうことをこれからね感じて考えていけばいいんじゃないかなと思います。はい、ではでは今日は私の、抜歯親知らずの抜歯から話が発展したねということで聞いてくださってありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。またね。